パーソナルトレーナーのゆうじです。YouTube メンバーシップを始めました。メンバー限定のライブ配信、メンバー限定のコミュニティへの投稿、動画への早期アクセス、コメントチャットで使えるオリジナルバッジやカスタム絵文字など特典がありますので、この機会にぜひご登録をよろしくお願いします。ベンチプレス、ダンベルプレスをやっていくときに、50歳以上の人で最も多い間違い、そして最もやってはいけないことというのが、ここから押し上げていくときに肩が上がる、肩が上がる、肩が前に出てしまうというのが一番多い間違いで、かつ絶対にやっちゃいけないことなんですね。で、これなぜ肩が出るのがダメかというと、肩が出るということはこの胸の真ん中がへこむという感じになってくるわけですね。これは大胸筋のつき方、筋繊維の走り方をしっかりとね、イメージを描いていないからそうなっていくんですね。大胸筋の筋繊維というのは内側から外側、内側から外側、基本的には横に走ってます。内側のここがスタートで、ここがエンドっていうことになるんですけれども、その両方が近づくと大胸筋が収縮しているということになってくるわけですね。で、その伸び縮みがある中で負荷をかけていくというのがベンチプレス、ダンベルプレスなわけです。なんですけれども、これがね、胸を突き出した状態ではなく、胸がへこんだ状態になってしまうと、今のこのスタートとエンドがありますね。このエンドの方から近づいてこようとするのに、スタートの方がへこんで中に入っていくという感じで、こう逃げてしまって、全然収縮するという感じになってないんですね。収縮しないどころか、全然ここに力が入った状態を保ててないというのが、この肩が出る、胸がへこむということなんですね。これを胸の真ん中を突き出した状態でやっていくと、ここでちょうどせき止めた状態になってくるので、エンドから収縮してくるときに正しく収縮していく、そして力が入った状態をキープできているというね、正しい胸の筋トレになってくるんですけど、これなぜこういうふうに肩が上がってしまうかという、一つの原因としては、ここに持っているダンベルを押すことだけをイメージしている。このダンベルを前に押し出すことだけを頭の中でイメージしている。あるいは、この腕のこの辺りね、前腕を前に押し出すことだけをイメージして、それ以外のことを全然イメージしてないんですね。つまり胴体とか大胸筋とかそのあたりのことを全然イメージしてないんですね。で、これは下ろした時に肩がベンチについたら肩が前に出ないように後ろに押し付けたままやっていく。むしろこの前に押し出すことよりも先にこの肩を後ろに押し付ける。肩を後ろに押し付ける。押したままで腕が出ていく。肩を後ろに押す力を加えながら肘が前に出ていくという、ダンベルとか腕とか肘が前に出ていく前に肩を後ろに押すということを先にやりながら、その後で腕が出ていくということなんですね。肩が後ろに押されたままでも肘がこの伸びる方向に押されていくというのが正しい大胸筋の使い方なんですね。このあたりのことがトレーニングを始める前には頭で分かっていても、頭ではダンベルプレス、ベンチプレスは大胸筋をやるもんだと思っていても、ダンベルを持つといきなり変わるんですよ。もうほとんどね、普段は物静かな人なのに、車とかバイクに乗ると人が変わってしまうみたいな、もうそれに近いような感じで、ダンベルを持つと全く大胸筋のことを考えてなくて、ここを押すことだけになってしまうということはありがちなんですね。そこをね、やっぱり一番修正してほしいんですね。では、どうやったらできるのかというと、まずね、ダンベルを持たないで練習をしてください。ダンベルを持ちません。ダンベルを持つと人が変わってしまうので、最初はダンベルを持ちません。まずは、このね、寝転んだ時に、とにかくしっかりアーチを描いてください。アーチを描いて、こうやってここにもう手が入りません。僕だったらもう拳がこう入るぐらいです。このぐらいアーチを描くことによって、体がこっちに押されます。押される。体がこっちに押されると肩を押し付けることができますね。なので、あえてアーチを描くことによって肩を押し付けるという、この力をこの胴体からもらうわけですね。で、その力で肩を押さえていくと、肩がまず出にくくなります。アーチをしっかり描けば肩が出にくくなる。だけども、そのアーチが描けてなければ、そもそもこの真っ平らな状態だと、ここから腕を押すともう出てしまう。なぜなら後ろに押す力がないからですね。アーチを描くことによって、後ろに押す力を体重で加えていくということなんですね。なんですけれども、このアーチを描けないという50歳以上の人が多いです。これも多いです。なので、アーチを描けない人は、もう普通にね、もうこういうストレッチをとにかくしっかりやって、背中の反りが作れるようにしてほしいです。もうただもうこういう普通のストレッチをしっかりやってね、お尻を落として腕を伸ばして、とにかく背中のアーチを作れるようにまずしていく。
それをしなければ胸の筋肉がなかなかつかないです。そしてその後ろに押した時に当たる場所なんですけれども、肩甲骨がありますね。三角形の肩甲骨があります。上のところに、横に伸びたところにポコッとね、感じるところがありますね。肩甲骨のね、上側の横のラインですね。これが寝転んだ時に、しっかりと押さえつけられている状態。ここの、今言ったこの肩甲骨の上部ですね。それがしっかりと押さえつけられるようにして、それが一切浮いてこないということで、一切浮いてこないです。で、ダンベルを持ってない状態でアーチを描いて、今言った肩甲骨の上部が押さえられる状態を作った中で、その肩甲骨が1ミリも上がることないように腕を伸ばすという練習を静かにやる。勢いよくやらない。静かにやって、今僕の肩が全く動いてないの見えますかね？全く肩が動かなく、でも肘が伸びる方向に行く。完全には伸びきらないですけども、その方向に行くという感じね。その時に当然アーチも崩れてないし、肩甲骨が全く離れてない。肩甲骨が離れるというのはもうこういうことね。押さえつけて肌で感じてますよね。そこのところが浮いてしまうことがないように押さえつけられたままでも肘が伸びる。この手のひらを押すというんじゃなくて、肘が伸びていくような方向、肘を押し上げる感じになってくる。後ろに押す力を加えながら、肘を伸ばすような方向に押し上げていく。でも伸びきらない。というところですね。で、これがですね、肩が浮いてしまうという人は、大胸筋がもう本当にこの状態で収縮してないんですね。大胸筋を収縮させるために肩をしっかり押し付けて、肩骨がギュッと押し付けられた状態のまま、肘が伸びる。肘を伸ばしていく。肘が伸びるような方向に肘を押していく。というのが正しいやり方。これをとにかくね、練習していく。全く肩が上がらないように肘を押すというのを練習していきます。上から見てみると、こちらが肩が上がってる、肋骨が落ちてる状態ですね。これだと上げた時に大胸筋に力が入ってない、そしてあまり収縮していない状態が見えると思います。大胸筋に力が入っていません。でこちらが肩が上がっていない状態ですけども、この赤丸のところが大胸筋の付け根のところ、これが上腕、腕を引っ張って収縮しているのが見えると思います。大胸筋が収縮してトップでも力が入っている状態がこれですね。このダンベルを持たない練習法というのは、1回やったからわかるというものではないです。1回でもなく1日でもなく、しばらくね、1ヶ月2ヶ月の間はダンベルを持たないで、自分がベンチプレス、ダンベルプレスをやる前に練習するということが必要です。で、その後、こういうふうにダンベルを持っていきますが、その時にね、今まで肩が上がってた人、あるいは今のね、ダンベルを持たなくても上がりやすかった人というのは、こう下ろしてきた時に、もう半分しか上げなくていいです。本当に半分しか上げなくていいです。これをなんか上げようと思うと肩が浮いてしまって、さっきの肩甲骨がベンチから離れてしまうんですね。なので、下から半分、これだけを繰り返すというダンベルプレス、ベンチプレス。もうそれで十分です。そもそも肩が上がりやすい人が、なんか運動範囲が狭くて、もうちょっとなんか上げないと効いてないんじゃないか、使えてないんじゃないか、ということで上げてしまうと大損します。損します。なので、下から半分で十分。下から半分。もうこのぐらいで十分なので、絶対にそれを飛び越していかないようにした方がいいです。それぐらい半分でやっていった方が、むしろ効果が出ます。さっき言ったように、肩が今まで上がりやすかった人が、いきなり1日でできるということはないです。なぜなら大胸筋を収縮できないのに上に上げようと思ったらもう肩を出すしかないですね。もうこれは二頭筋でも同じです。アームカールをやっていて重くなってきたら収縮できなくなりますね。最後の方で疲れてくると。収縮できなくなったのにこれを上げようと思うとこうなっちゃうわけじゃないですか。全然収縮してないですね。これと同じことがダンベルプレス、ベンチプレスでも起きてるわけですよ。そもそもが最初に収縮こうキュッとまだできていない大胸筋なのに高く上げようと思うと絶対にこうなってしまうということなので、だったら無理に上げない。もう本当に半分だけでもいいです。それだけでも大胸筋がつくという効果は出てきますし、半分まででやめておいて肩を後ろに押さえつけるという努力をし続けた方が次第に大胸筋が収縮できるというふうにはなってきますので、そうすると数ヶ月後には正しくできるようになってきますので、そこを焦らないということですね。で、あとは肩が上がらない。つまりここの胸がへこまないためには息を全部吐かないということね。そもそも上げるのが半分なので、息を吐くのも半分。息を思いっきり吸って、息を吐くのも半分。全部を吐き切ると肺が縮んで肋骨が潰れるので胸がへこみやすいので、息を吐くのも半分。大きく吸って半分。
上げるのも半分。というふうに制限をしていった方が大胸筋はもっともっと正しくついてきますので、今日はね、たった一つのことしか言ってないです。肩甲骨のこの部分を上げない。そのためにアーチを描いて押し付けたままで半分しか上げない。もうここを押し付けることだけ、後ろに押すことだけをまずやってください。もうこれをやるだけでね、かなり効果が変わってきますので、そこはね、地道にトレーニングをしてみてください。頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。